私クリスチャンだからそれをしませんとか、クリスチャンなんだから、ちょっとそういったところは行かないですとか、そういった断り方が受け入れられないようなところがありますよね。社会システムがクリスチャンだけじゃないですね。すべて信仰はい。心のある人向けにできてないところが、大変だと確かに。思います。日本で今、いらっしゃって司祭をされてはい、いて、日本で、正教徒として、はい、その大きな枠で言うとクリスチャンとして、はい。こう生きる上で、けどんな感じなんですか？そうですね。特に社会的な、なんでしょう、クリスチャンだと言って差別するような、されるようなことはないけれども、大変なことは大変ですよね。うーあん。の、これ私の社会人時代、とかですけれども、私クリスチャンだからそれをしませんとか、クリスチャンなんだから、ちょっとそういったところは行かないですとか、そういった方断り方が、受け入れられないようなとこうん。ろがありますよね。アメリカうん。って割とそういうのが、そう言われたら、あなたそういう考えの人だからそうなんだっていう風になるじゃないですか。はい。そういったところで、日々、で、私は子供がいないですけれども、うん。例えば子供とかだと、日曜日にも部活があったりするじゃないですか。はい。で、それで教会に来させようとしても、部活の試合があるからとか、部活の練習うがあるからとかっんうんていう風になるわけですよね。そういったなんでうん。しょうか、あまりその、社会システムがクリスチャン向けというか、うん。クリスチャンだけじゃないですね。すべて信仰はい。心のある人向けに、できてないところが、大変だと確かに。思います。確かに。今結構アメリカとかだと若い人たち、20代、ええもう10代もそうですけど、10代、20ええ代、30代もそうですけど、すごく若い人たちが結構正教会にうあの、ん、どっと来うているん、感じなんですけど、日うん。本のこの正教会の現状としてはどんな感じなんですか？そういったことはほとんどないですね。うーん。今のアメリカの特に南部うん。の、急成長っていうのは、正教会のですね、ほんはい。とにアメリカ独特だと思うんですよ。やっぱりうん。その裏にはアメリカの、社会的、経済的な状況がすごく重なってると思うんです。はい。例えば、うん。同じ英語の国でもカナダうん。で、すごく若者が来だしてるって話、私は正直今のとこ聞いたことないですし、へえ。イギリスとかでも、増えてるっていう話は聞くんですけど、うん。それほど爆発的っていう感じではないので、何か弾けたように来てくれるっていうようなことは今後もないと思います。もう地道にですね、うーん。伝道活動を続けていくしかないなと。うん。うん、うん、うほんとにん、伝道活動っていうのは難しくて、私たち正教会以外でもほんとに苦労してますね。うん。例えば、ちょっと話がそれるんですけど、いえいえ、はい。1980年代に、はい。モルモン教がすごく伸びたんですよ。へえ。というのは、モルモンはい。教は、宣教師を送ってきて英会話教室をやったんですね、無料の。なるほど。で、1980年代って今と違ってもうね、英語の教室がそんなにうん、いっぱいあったわけじゃないから、で、うん、ネイティブの英語の外国人と話せるっていうんで、それで結構伸びうん、たんですよ。うーでも彼らにしん。ても、今となっては、今も英会話教室伝道をやってますけど、それうん。ほど伸びてないですね。うん。そうなんですね。うーやっぱり、ん。社会のニーズがどこにあるのかっていうのを、探していかないといけないんですが、ほんとにそれが難うん、しい。うん、これはほんとうん、私だけじゃなくて、全ての神父さんが感じうん、てることだと思いますし、言っうん、てみれば、うん、正教会以外のところも感じてると思いうん、ますね。うんうんうん、なるほど。ヨアン神父の、幼少期のお話の中で、ええ。世界地図でしたっけ？世界地図を世界の地理の、地理の世界の国を紹介した。
うんうん。本です。私もすごい地理の本を見るのがすごい好きな、子供時代だええ、ったので、ええ、なんかそのイワン神父が、その地理の教科書に載ってた、ね、多分そんなにめっちゃたくさん載っていたうん、わけじゃないであろう、その正教会の写真を見て、おって、そっからこう惹かれて、どんどんご自身で調べられて、今に至るわけなので、なんかすごいこう目に触れる、なんか目に触れるって結構大事なんだなって、うちょっとん、勝手に思ったんですけど、そこからはその人自身がそれを見て美しいと感じて、ね、自分でもっと調べたり、ね、うん。神父のように、うん、なんかすごい正教会の存在も、私は子供の頃はというか、かなり大人になるまで知らそうなかったのですよね。で、うん。そう。私は正直、うん、ちょっと文語のお祈りとかも伝道するには考えていかないといけないんだろうなっていうふうに思ってますよ。うん。綺麗だし、格調は高いけれども、その、読まれる、例えば聖書の言葉が素直に心に入ってくるかっていうと、ちょっと違うなって僕は思いますね。神父が言ってくださってありがたい。もう120%同意です。うん、なんか、そう、美しいんですけど、私全然その言葉を知らうないん。ので、そう、でもだからって別になんか大学に行ってないわけでもないし、ね、高校も卒業してるわけだし、それでも聞いてもわからない言葉が今も使われてるっていうのは、確かにちょっとどうなんだろうっうて、いや、こんなこと言ってん。いいのかわかんないんですけど、うん、ちょっと私も思ってしまいます。昔のエピソードなんですけど、うん、彼女が教会でずっと育ってるわけじゃないですか、クレイドルでね。はい。うん。はい。でも、お祈りで読まれてる言葉はよくわからなかったと。へえ。で、カナダに彼女留学したから最初。うん、うん。で、カナダの教会で英語のお祈りを聞いて、すごくびっくりした。英語の方え、が日本語よりわかるっていう。そうなの。そうなんです。それを実感しました。日本に帰ってきて。うん。こう、そのように考えている神父さんたちって結構いらっしゃると思います？どうなんでしょ考えてる人は考えてますけど、いや、やっぱりこれは聖なる翻訳だからこっちにう？合わせないといけないん。と思う人もいる感じですかね。こう、分かれるんですね、じゃあ、そこは。うん。まあ、うん。私個人的な意見を言えば、口語訳と、あと文語訳、口語訳も作って、どっち使ってもいいですよっていう風にするのが多分一番いいと思いますよ。うん。うん喧嘩になうんうん。らないから。はい、確かにあの、確かに。うん。いや、アメリでもカの教会でもあるじゃないですか。すごくはい。モダンな言葉を使うところもあれば、割とアンティオうんうん。キアはね、文語的なのを使いますよね。そうですかね。なんかそれでも分かりやすいんですけどね、なんかうんうん英語のうんうん。方が。うんうんうん。なんだからそれか、が私は課題だと思いうん、ます。日本の正教会、伝道するにあたって。本当に伝道を、うん、こするにあたって、うん。昔はどこの教派も文語だったわけですよ。はい。で、今は文語を使ってる教派って日本ハリソス正教会だけ。シンプル、じゃあ他の国でも、ね。その昔はその文語、まあ、その国でいう文語が使われてたけど、今はもう変えてるっていうことですか？例えば、うん、ルーマニア教会うん。とかはもう何回か変えてますね、現代語に。ええ、あ、そで、うなんフィンランですね。ド教会も現代語うん、だし、うん、あとは、セルビア教会は、セルビア語と、教会スラブ語、どっち使ってうん。もいいですよっていう日本立て。いろいろありますよね、そういううんうんところも。うん。逆に言うともギリシャとかは変えない。昔うーの、ん。濃いね、聖書、新約聖書ギリシャ語のままだから、とか、あと、ロシアとかもそうですよね。うー教会スラブ語ん。このままっていう感じで。ただ、コンセプトとして、ギリシャのはい。人とか、ロシアの人だったら、うん。教会で行けば、文語が使われてるっていうのがもう頭に入っ
なんでしょう、前提としてもみんな理解してるじゃないですか。だから違うと思う確かに。んですよ。日本でおうん。寺さんの例えば法事とか出て、うん。漢文で読まれるわけじゃないですか。はい。あれでも誰も文句言わないですよね。うん、ううん。っん、うん、ていうのはもうお寺はそういうもんだとみんな思ってるから。うん、うん。でも、キリスト教の教会に関してはそういうふうには思わないでしょうから、みんな。はい。カトリックとか私、聖公会とかのミサとか生産式に出ると、もう言ってること全部わかるわけで、そうですね。うん。そうなると、うん。ちょっと文語しようっていうのは、ネックになるんじゃないかなと、私は昔から思ってます。そうですね。わざわざ、だって聞いてもわからないところに行こうって、なりうにくいですん、もんね。どうしてもうそこがん。壁になっちゃいますよね。今こうじゃあ正教会にこう来ている方って、まあ、どのような方なんですか？もともと正教徒とかなんですか？静岡に関して言うと、もともと正教徒の方がほとんどですね。そうなんですね。で、うん。新しい方が来てるのはやっぱり大都市、新しい方も来てるのは大都市の教会、東京とか名うー古屋とか大阪とかん。になると思ううん。んですよ。で、ちうん。ょっとこのところその東京の若い人とかとも、私は今もうつながりがないので、詳しいところはわからないんですけれども、はい。文化的なものに惹かれる人だとか、ロシアが好きだとか、ギリシャが好きだとか、そういったうん。人だとか、信仰を追い求めるっていう人もいるかなと。私の世代の時は、割はい。と本当の教会は何っていう感じで探してきてた人が多かったと思いますけど、基本はどこにあるというか、他の教会が悪いとかっていうわけではないけど、そのうん。原初の教会ってどこ、キリスト教の大元はどこっていうのを、こう求めて来るうん。人が、私の頃は多かったかなと。私が若い頃、20代の頃はえ多かったと思いまえ。すね。だとしたら、アメリカの今のブームは結構そこだと思います。うーん。うん。そう、数ある中でも、すぐ歩いたら教会だらけなんで、でもその数ある教会の中で、どこが、ま、オリジナルっていうか、うーん。なんかもう、前からあるところってどこなんだろうって、それを探す中で正教会の存在を知って、うーん。やっぱアメリカ人の中でも、プロテスタントかカトリックかっていう、なんかそのどうっちかっていうーん。チョイスだったと思うんで、そこからまたその正教会の存在を知って、うん。正教会に行こうってなる人が多いなって周りを見ててもうん。思うので。他にもね、聖歌が、うん。好きだとか、うんうん。単純に、ほら、東京の深須大聖堂が好きとかっていう人もいたと思うんですけど、ううん。ん。なんかその日本人にとって、その正教会の魅力ってこれだなって思うのってあります？寛大さ、うー広さん。だと思います。あの、へえ。もちろん人にはよるんですけれど、正教会の基本的なスタンスって、あの、全ての人が救われるかは、それは神様の決めることだからわからないけれど、そうあるように願うっていうのがスタンスだと私はそう信じてるんですね。そこがいいかなっていうのと、あと、ギリシャと比べるとロシアは西洋化されてますけれども、うん。そういった意味でこの東方っていうところで、教会の雰囲気が、いわゆる西洋の教会とは違うっていうところが、まあ、心惹かれるところになるかなっていうふうに思いますね。なるほど。なんかこう、ちょっと懐かしい感じがしたんですよね。なええんか、ええ教会とお寺って違うんだけど、こう礼をしたり、ま、キスはね、日本人なんでしないですが、うん、なんかこの静寂の中で祈るうん。とか、うん、あと昔は、亡くなった方のための記憶のお祈りが、すごく、なんでしょう、皆さんうん、好んでたようですね。例えば、横浜の教会とかだと、はい。生体礼儀には来なくても、パニヒダにはいらっしゃる方とかうーん、いらっしゃいましたので、やっぱりそうなるいうごほど。先祖様を
大切にするっていうところも、まあ、日本人の感性には合ってるんじゃないかなと思うんですけど、これからうん。の世代に関してはどうなるかわからないですよね、それはね、正直なところ。すごくそれは美しいと思いましたけどね。なんかそうん。の、亡くなって、神道さんが亡くなってから40日後ですよね。記念として、こう、うん。祈るわけじゃないですか、教会でええみんなで。ええ。そう、それって私プロテスタントの教会に以前はいたんですうん。いたんですけど、ね、人が、ま、亡くなっても、アナウンスされることも、ま、そこでお葬式があるわけでもなく、で、ましてや40日後に、またその人に対して祈るっていうこともなかったんで、それがあるっていうのは、教会としてすごく美しいなっうてん。思ったんですよね。記念礼拝とかもなかったんですか？記念礼拝もなかったです。あ、そうですか。うーん。お葬式は多分身内でね、教会でこうすることはあったかもしれないんですけど、なんか正教会のお葬式ってもうみんな招かれて、うね、おん。祈りをしてっていう、すごく綺麗でしたね。では、貴重なお時間をありがとうございました。ありがとうございました。またぜひお話しさせてくだはい、さい。ありがとうございましありがとうございた。ました。